おはようございます。センドラです。本日は8月15日、お盆の歩き遍路最終日です。今日は台風で天気が相当乱れるということだったんで、少しでも早く出ようと思って朝4時40分にスタートです。いや、早すぎて真っ暗すぎて困ってます。おはようございます。ただいま5時ぐらい。宿は4時40分に出たんですが、あまりの暗さで多分何にも映んねえんじゃねえかと思ってちょっと様子見てたんですけど、多分これでも映ってないでしょうね。GoPro は特に暗いところの撮影苦手なのでダメだと思うんですけど、台風の影響で今日10時ぐらいから雨降りそうだという天気だったので早く出たんですよ。けどもうすでにちょっと降ってます。風が強いんですよね。これはちょっと今日やばいかもしれないです。これから雨が弱る可能性はあまりないでしょうしね、状況によって早めに切り上げようと思います。近くにあったコンビニのイートインで朝食を食べようと思ってたんですけど、なんとイートインがなかったんですよね。なのでおにぎりいくつか買って近くのスタンドに行きました。まだ営業前のスタンド入り口のところにちょうど椅子があったので、こちらをお借りして、朝食をいただきます。1時間ぐらい歩いたらやっとまともな明るさになってきたんですが、空の雲がやばいですね。ただいま6時4分です。ポツポツ降ってた雨は止んで風が強くなってきてます。ただ風が強いってことは涼しいんですよね。気持ちよく歩けてます。現在スタートして 5.7 キロ、このままこの状況が続けば、距離稼げるんですけどね、そう甘くはないでしょうね。実際雲もこんな感じなんで間もなく降ってくると思います。風も強いし前回の台風もあるし、急に雨降ってくる天気予報もあるので、今回は柏坂辺の道は、残念ですが通るのやめようと思います。遠回りになるけど国道の方をぐるっと回って宇和島の方に向かいたいと思います。雨の状況で都合のいいバス停で切ろうと思ってるので、どこまで行けるかな。松尾トンネルあたりまでは行きたいですけどね。どうでしょうか。ここの分岐、地図的には歩き遍路は右になってるんですが、標識とか矢印が全部全力でまっすぐを指してるんですよね。これにビビって、1巡目の時はまっすぐ行ったんですが、今回は、勇気を出して右に行ってみようと思います。なんでみんなが直進を指示してるのかちょっと検証してみようと思います。こっちの方が数段歩いてて気持ちいいですね。ザ・歩き遍路道っていう感じです。最後のところがちょっと道がよく分かんなかったので、もしかするとその辺の事情で、直進を、指示してたのかもしれないですね。特に問題ありませんでした。諸手のバス停です。1巡目の時に利用した思い出深いバス停です。海は綺麗ですけどね、雲がもう気になっちゃって、雨がバーッと降ってこなきゃいいですけど、ほんと心配です。民宿ビーチさんです。もう確か営業してなかったんだと思いますけど、場所的には素晴らしいところにあります。雨がだんだんちゃんと降ってきました。ただ風強いのでまず、傘がさせない。次にポンチョ着ればいいじゃんってなるんですけど、暑いは暑いんですよね。今30度近くあるのでポンチョ着ると蒸れるんですよ。でもはや雨にこのまましてた方が濡れるのか、ポンチョ着て蒸れた方が濡れるのかよくわかんない状態で、蒸れるんですよね。なので今どうしようかなって思ってます。もうちょっと行くと柏坂の手前のローソンが見えてくるはずなので、ちょっとローソンで休憩しがてら今後どうするか考えようと思います。旧内海村に入ります。
この辺から見る諸出海岸は素晴らしいんですけど、今日は雨と風でそれどころじゃありません。いやー、もうザ台風っていうような天気になってきました。歩きお遍路さんに大人気の柏坂遍路道は正面の山を越えていくんですけど、もうあんな状態です。あんなとこ歩いたら遭難しちゃいそうです。ただいま7時17分。どうしましょう。とりあえずローソンに入って休憩しながら今後の身の振り方を考えます。雲が切れる雰囲気もないので、当初予定してた通り海沿いを歩くことにします。柏坂遍路道はここを入っていくんですよね。本来だったらあっちに行くんですけど、今回はまっすぐ行きます。そういえばここの交差点のすぐ近くに、民宿柏さんがあります。これ前は別の旅館だったような気がするんですけどね、最近リニューアルしたんでしょうか。柏坂遍路道を攻略する前の基地として最適の位置にあります。このままトンネルをくぐるのかと思ったら、側道の方にもトンネルがありました。こっちは歩行者専用なんでしょうか。こういうトンネルがあると歩きやすくて助かりますよね。内海ふれあいトンネルっていうんだそうです。このトンネル何気に長いんですよね。なのでところどころに今自分がどの辺りにいるのか距離表示も入ってます。はい、小1キロ歩いてトンネルを越えました。トンネル越えたら雨が上がってます。空も明るくなってますね。龍光寺まで残り40キロです。まだまだ随分と距離があります。雨は上がったんですが風が強くなってきました。まあでも雨降ってないだけ助かります。このタイミングでどんどん歩いていこうと思います。空も向こうの方ちょっと明るいですね。ゆらり内海っていう施設みたいです。レストランとか温泉が入ってるみたいですね。この時間だとまだやってないでしょうからスルーします。なんとキャンプしてる人がいます。台風が来てるっていうのにすごいですね。安全第一で頑張ってください。私明日の飛行機で帰るんですが、今朝までアナからですね、飛行機飛ばないかもしれないから便変更した方がいいよっていうメールが1日に何回も来るんですよ。もうほんと心配で心配でね、完全にビビっちゃってます。龍光寺はここ左になってましたね。まっすぐ行く人が多いとは思うんですが、ちょっと側道に折れてみました。海の上に家が建ってます。これどういうことなんでしょう。海の上に住んでる人がいるっていうことでしょうか。立ってるっていうか浮いてるんですね。これ人が住む家じゃないのかな。何か漁とかをする時の荷物とかを置いてるんでしょうか。なんか不思議な光景です。国道に合流してちょっと行ったところにコンビニがありました。このコンビニとっても貴重なので地図で調べておいた方がいいと思います。嵐坂ポケットパーク風園、トイレがあるようなのでお借りしましょう。その手前には木兵衛っていううどん屋さんがあります。これ後日フォロワーさんからも聞いたんですが、とても有名なうどん屋さんで、特にカレーうどんが絶品みたいですね。ここがポケットパークでしょうか。ちょっとトイレをお借りしようと思います。大門のバス停です。この辺りからはバスのタイミングと自分の歩く距離、その時間とのバランスを考えながら、進んでいくことにします。まだ先に行けそうですね。数日前に来てた台風の影響でしょうか。いやー、稲がもう大変なことになってます。1巡目の時は柏坂遍路道を歩いたんですが、あっちから歩いてくると確か川の向こう側を歩いたような気がします。お遍路シールが貼ってあります。この辺から遍路道に合流ですね。木のところには遍路標識がぶら下がってますが、色がかすれちゃってなんて書いてあるかよくわかんないですね。ただなんとなくですけど、ここはまっすぐ行くんじゃなくてこんな感じで歩くんじゃないでしょうか。完全に勘ですけど、いかにも歩き遍路道っていう感じですよね。こんなとこ歩いちゃっていいのか分かりませんけど、とりあえず行っちゃいます。桜が満開の時期に歩いたら素晴らしいところですね。
今度春また来てみたいです。あ、ここ1巡目の時向こうから歩いてこの橋渡ってこっちに行きました。飲み物切れててほんと困ってる時にこの左の建物に自販機を見つけてイエーイと思って行ったら自販機壊れてたんですよね。この時今回はね買えました。ラッキーです。さあ再び歩いていきます。今朝の天気予報だと今頃とっくに大雨になってるはずなんですけど、なぜか雨が降ってきません。これはラッキーです。お大師様のご加護でもあるんでしょうか。アナから4時間おきに便の変更をした方がいいですっていうメールが来るんで、本当にね俺明日帰れないんじゃないかななんて実は今朝まで思ってたんですけど、この分なら台風それたんですかね。こんなことなら今朝あんな真っ暗な中に出る必要なかったななんてちょっと今後悔してます。ヘビです。これまずいですねこれね。どうしようこれ。でも動いてないんですけど、これ動いたらやばいやつですよね。どうしよう。これ死んでんのかな。ちょっと刺激してみましょうか。動きませんね。多分死んでるんだと思うんで。ビビりました。いや生きてなくてよかったです。今日は最終日で明日の朝の飛行機が早いので、宿は松山に取ってるんですよね。なのでもともと少し早く終わらせなきゃいけなかったんですが、バスのタイミングとかもあるので今回はここおどろのバス停で終わりにします。ただいま11時45分。周りの目も気にせずバス停で着替えて、12時2分のバスに乗車します。お前偉そうなこと言って午前中で終わりかよなんてね言われちゃうかもしれないですけど、私今日4時40分から歩いてるからこれでも7時間ぐらいは歩いてるんですよね。まあ台風もあるし今日はこれぐらいで勘弁してください。宇和島駅まで戻ってきたらナイスタイミングで宇和海が来てるのでこれに乗って、松山まで戻っちゃおうと思います。いやー今日は乗り継ぎのタイミングがちょうどよくハマってくれてるんで思ったよりも松山に早く着きそうです。はい、電車が来ました。アンパンマンの、ラッピングがされてる電車ですね。相当空が暗くなってます。これからドワッと雨降ってくるんでしょうか。松山に到着しました。よく考えたら今日昼飯まだ食べてないことに気づいたので、駅のところにある立ち食いそば屋でパパッと昼飯を食べちゃおうと思います。松山駅は前回の歩き遍路以来なのでほぼ2年ぶりでしょうか。松山に宿泊するときって大体の方が松山市駅か大街道の辺りにホテル取ると思うんですけど、路面電車はいろいろあるし、バスで行けばいいのかとかね、いつもいまいちよくわかんないんですよね。これねもうちょっとシンプルだったら私みたいな人間でも分かりやすいんだと思うんですけど、今日のお宿は大和ロイネットホテルです。ここは去年かな出張で青森で大和ロイネットホテル泊まった時にすごく印象が良かったので、今回松山でもこのホテルにしてみました。ビジネスホテルっていうにはクオリティが高くて、どちらかっていうとハイクラスなホテルの分類に入るような作りです。ただ料金はビジネスホテルぐらいなんですよね。なので空いてればこのホテルはとてもおすすめです。1点注意が必要なのがコインランドリーなんですよ。こういうタイプのホテルってコインランドリーがない時があるので、お遍路さん的にはそれ困るでしょうからね、あらかじめチェックしてから予約した方がいいと思います。今日のお部屋なんですけど、なぜかアップグレードされて最上階のお部屋になってます。1106号室なんですけど、実はおしゃれなホテルって、部屋のカードに部屋の番号を書いてないんですよね。なので私はいつもスマホで、その番号を1回発信して、発信履歴に残すようにしてるんですよ。でそれで番号を忘れないようにするんですけど、その時間違って警察にかかっちゃったみたいでね、ちょっと大変なことが起きました。
詳しいことは当時のライブで喋ってますので、時間がある方はぜひご覧ください。最上階だから景色がいいですよね。部屋は広くないですけど、クオリティが、ビジネスホテルより1個上っていう感じです。お水もあるし、枕元にコンセントもあるし、当然この辺はきちんと揃ってるし、グラスも紙コップではないんですよね。いやー、ハイクラスっていうような雰囲気です。これで朝食付きで1万円を切るぐらいの金額だったので、とってもお得です。トイレはもちろんウォシュレットです。アメニティ類も普通のビジネスホテルよりもちょっとランクの高いものが揃ってますね。いやー、綺麗で使いやすそうです。大和ロイネットホテルの売りがこのお風呂。幅だけじゃなくて奥行きも広いので、ゆっくりのんびりお風呂に入ることができます。歩き変動していると体が痛むので、とにかくお風呂大事なんですよね。そういう意味でもこのホテルはおすすめです。さっきこのクラスのホテルだとコインランドリーがない場合があるって言ってたんですが、このホテルは大丈夫です。乾燥まで一気に行くタイプなので料金はちょっと高いんですが、途中で洗濯物を移す作業をしなくていいのでとても楽です。今日は第5回のライブを宿から配信する予定なので、その準備をします。その時のライブの様子は概要欄に URL を貼っておくので、興味のある方はぜひご覧ください。おはようございます。昨日はライブが終わったら疲れて晩飯も食わず寝ちゃったので、今超腹ペコです。1階にあるレストランで、朝食をいただきます。歩き遍路の癖かちょっと早く起きちゃったので、まだオープンしてなかったんですが、なんと一番乗りで入ることができました。ホテルのバイキングってすごく混むので、ちょっと出遅れちゃうともうこうやってゆっくり撮影することができないんですよね。なんですけど今日は私先頭だったので、久々にこうやってゆっくりと撮影することができました。どれも美味しそうですね。やっぱりこのクラスだから、品数も豊富だし、どれも美味しそうです。ただ朝食っていうところだけで見ればドーミーインの方が上のような印象があります。年末年始の歩き遍路では今度ドーミーインに泊まろうと思っているので、そこでまた比較してみようと思います。ソフトドリンクの後ろにはワインが置いてありますが、これは多分バイキングのメニューではないんだと思います。それでは一通りお皿に取ったのでいただきましょう。相変わらず若干センスがないプレートですが、昨日晩飯食ってないんでもりもりといただきます。朝食も食べ終わったら松山空港に向かいます。今回の第2巡目歩き遍路旅では松山空港お初です。徳島空港、高知空港ときてついに3つ目の空港です。松山空港といえばこれですよね。蛇口からみかんジュース、これ写真撮ってる人すごく多かったです。そうそう、松山空港といえばこれもあります。更衣室。お遍路さんとかサイクリストの方向けに空港に着いたら、もしくは空港から帰るときにここで着替えることができます。これ本当に助かるんですよね。皆さん活用しましょう。松山空港といえば忘れちゃいけないのがこれです。航空会社のラウンジです。ANAも JAL もあります。いや徳島と高知はないんですよね。四国だと、松山とあと高松もあったのかな。少し早めに来てラウンジで、ゆっくりと休憩します。ラウンジでゆっくり休憩なんて言ってもお目当ては本当はこの生ビールなんですけどね。おつまみは柿ピーみたいのしかありませんけど、それでも無料で、お酒飲めるのはすごくラッキーです。朝から酒飲むっていうのもどうかなとは思うんですけど、ただですからね、一杯だけいただきます。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。お盆休みの歩き遍路は出だしからいろんなことがありましたが、なんとか歩き切ることができました。次は9月にまた歩きます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。